今、庭苔の施工にお伺いしています。こちらは苔を張って4年ぐらい経過しているようなんですけれども、結構ね、苔のダメージが出ているところがいろいろあります。で、苔傷んでるところを見るとですね、この下の砂がもう流出してなくなっていったりとかしています。一部ね、まだ苔が元気なところもあるんですけれども、こういうふうにね、傷んでおりますので、これを全面的にきれいにしていきたいと思います。はい、こういう感じですよね。はい、もう少しこちらのお庭のご説明をしていきます。こちらのお庭は全体的に庭師の方がデザイン設計と施工をされたお庭で、全体のお庭はとても綺麗な景色でした。中に小川が流れるようになっていて、ポンプが作動して日中はさらさらと小川が流れます。自動で水をやる灌水のシステムも組まれていて、毎日定期的に一定時間、霧状の水が噴射されるようなすごいシステムが組まれていました。苔の傷んだ状態を見ると、水の上げすぎで苔が死んでいるようなところがほとんどでした。下地の砂も流出し、土がむき出しになっているところが特に傷みが進み、高い位置にある苔はまだなんとか残っているという状態です。全体的に落ち葉を除去し、残った苔も一旦剥がして、下地となる砂を敷き直し、その上から明るさに合わせた苔を張り替えるという作業をしていきます。このもみじの木の下も、苔がほとんど黒くなって、もう剥がれているような状態です。ここの根元から、この脇のところにからですね、給水のノズルがピシュッとこう下から出てきて、シャーっとこう水をかけるような、そういうシステムなんですけれども、毎日苔水やりをしていると、おそらくこの環境だと、ちょっと水の上げすぎで、苔が傷んでしまうのかなというふうに、仮説が立てられます。苔でも水に強い、水が好きな苔の忍ぶ苔なども、ここの場所でほとんどが枯れてしまっているような状態です。なので、これは明らかに水の上げすぎだろうなっていうことで、水の上げ方もそうですし、その排水性を良くするために、苔に合った砂を敷いていくということも必要な作業かなと見立てまして、そのように作業を進めました。全体的に苔を剥がし終えた状態です。土が完全に露出して、で、土の上にですね、銭苔がこう増えるような、そういう場所もあったりとかして、で、全体的にはですね、もう全く土が乾かない状態。常にこう、湿っているような状態で、苔もなかなかこう傷みやすいのかなというような状態が見受けられます。ところどころ雪の下やシダなどの植物もありますので、こういった植物は、残したまま施工するように気をつけました。銭苔がね、水際からこう上に上がってくるんですけれども、まだこの水際の石の上だったらいいかなと思うんですが、この上の方にね、広がっていかないように、広がっている銭苔は除去しながら作業を進めています。銭苔はどうしても他の苔と混ざってしまうと、銭苔の方が強くてですね、で、どんどん他の苔が侵食されていくっていうことがありますので、そうならないようにね、定期的に銭苔が増えてくるようだったら除去する必要があるかなと思います。全体的に砂を敷き終えた状態です。この残している苔の下にも実は砂を敷いた状態で、上に苔をかぶせています。水際の砂が流出しないように石をね、組ませてもらって、砂がなるべく流出しないように、こう、石を打った状態で砂を施工させ、この渡し石の間の隙間にも砂苔などを差し苔して施工させてもらって、自然にこの石の間に苔が蒸したような状態に見えるように施工をしています。その
作業風景ちょっと動画で残してますので、どうぞご覧ください。今回の施工なんですけれども、12月の頭頃にですね、お問い合わせいただきまして、お庭の苔がですね、傷んできたので、綺麗な状態でお正月迎えたいということで、12月中に施工できますかというお話をいただいて、施工させていただいたというような現場になります。お庭をね、作ってから4年ぐらい経過して、その途中にね、苔が傷んだりとか、それを施主さんの方で張り直しされたりとかしてたみたいなんですけれども、で全体的に傷みがひどくなってきて苔も消えていった消失していったりとかして全体的にやり直したいということでご依頼いただいたという形です。とても素敵なお庭で造園デザイナーの方が造園されてでデザインされてで和風ので苔の生えたそういったお庭をね施工されていたんですけれども、4年経つといろいろね下地が傷んできたりとか植木とか庭に生えてる木の枝が伸びたりとかして日の入り方とかも変わってきたりするので日がなかなか入り込まない場所っていうのは苔がなくなっていったりとかしてそういうね4年経つとやっぱり庭の景色もいろいろ変わってきて状況も変わるので苔もねその庭の状況の変化に応じた苔っていうのをメンテナンスしていく必要があるのかなと思います。で今回施工させてもらったのは主にこの灰苔なんですけれどもこれ今、一面灰苔ばっかりなんですが実はほとんどが灰苔と忍苔のミックスの苔です。混合の苔です。で一部砂苔を使って施工させていただきました。でその日の当たり具合とか下地の形状とかですねでそういうところによってピンポイントで最適な苔っていうのが微妙にその場所場所で違ったりするんですよね。で4年経過してで残っている苔とかを見てそのお庭の状況とかもいろいろ推測していくと、こういうところにはこの苔がいいねっていうのをプランニングしながら、苔をね全体的に張らせていただいたというようなお庭になります。で一部建物の中から見るとこう玄関開けてすぐのところなんですがそこがですねちょっとこう日が一日中入らないような場所なんですけどで水も流れていたりとかしてでそこだけ一部そこの苔に合うようにまたちょっとこう違う苔もね張らせていただいたりとかしてるんですけれどもおそらく今回張らせていただいた苔っていうのは水やりのねコントロールとかをしっかり季節に合わせて水のあげ方っていうのを最適なようにこう調整していくと長く苔が維持できるのかなというふうに考えています。今回のお庭については全面的にね苔をうちの方でやらせていただいたので張り替えさせていただいたので3ヶ月後っていうのと半年後にもう一回お伺いをしてで順調に育ってるかなとか傷みがないかなっていうのを見ていくっていうそういうお話にしています。やっぱり庭苔っていうのはその環境長く時間を見ていかないと苔のその動きがどうなっていくのかっていうのがやっぱり実際その時間とともに
観察をしないとわからないところっていうのがあるので、時間を経過した状態で観察して、でこの部分はこうしましょうっていうのがまた対策とか見えてくるので、夏になったらこういうふうに乾燥具合が進むんだとか、夏の日差しはこういうふうに当たってここの部分はちょっと日が強くなってこういうふうに色が変化するんだとかですね、そういうのも見ながら、またその時で傷んでいればまたその時最適な苔っていうのを入れ替える。で基本的には全体的に調子が上がっていけばもう徐々にどんどん増えていく方向に行くはずなので、そういうふうにちょっと微調整をしながら半年で、もっと言うと1年ぐらい、丸1年ぐらいちょっと経過を見させていただくといいのかなというふうに思っています。はい、西予苔園、愛媛県にあるんですけれども、こういった庭苔を施工して何年か経過すると、どうしてもねプランニング当初では見えなかったそういった苔のトラブルとかっていうのが見えてくる時期なんですね。やっぱり3年5年ぐらい経ってくるっていうのと、そういった形でプランニングして苔をね張ってみたものはいいけど、3年5年経過すると傷んできたっていうような、そういった時にまた苔のとして苔をね施工させていただくっていうのはとても、大切なことだと思います。お庭をね長く景観をね維持するには、1回3年ぐらい経った後に苔の専門家としてお伺いして、で実際にその環境を見て3年5年経ったお庭の環境を検証しながら、また苔を再施工させていただくっていうのはとてもいい選択だと思いますので、もしねご自宅のお庭だったりとか、あとはホテルとかそういった場所でもどこでもいいんですけれども、苔のお庭でそういった苔のトラブルとかありましたらお伺いしますので、そういった業者の方ですとか造園会社の方とか庭師の方とかからのご相談というのも随時お受けしておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。で個人のお庭の方もご相談いつでもお気軽にお受けできればと思っておりますので、今回の動画ね参考にしていただけましたら幸いです。改めまして今回のセッション主のお客様本当にありがとうございました。今後もね西予苔園庭苔の施工もどんどん情報発信できればと思っております。うちの自宅の庭苔もねメンテナンス日々してますので、そういった情報もまた増やしていければなと思ってます。でこのテラリウムの作品のメイキング動画も今後も増やしていきますし、庭苔の情報も随時発信していければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは西予苔園でした。失礼いたします。